サさんはもう一本ね、この時、燃えろ栄光で、はい。工藤健太郎さんもキャラデビューされて、ケンちゃんね。すごく撮影現場も覚えてます。で、工藤さんがボクサーになりますでしょ。で、どっかね、ボクシングジム行ったんですよ。金子じゃないなんとかっていうボクシングジムで撮影したんですけど、その時に、いろんな指導してくださった方が、日本チャンピオンだったの。それで、私、ボクシングに何も関心なかったんですけれども、その時に水田監督が、あの人ね、日本チャンピオンなんだよって言われて、と思った記憶があります。だから、話はものすごく印象深く覚えてます。やっぱりこの日本持ちで、日本とって、片方は水木さん、片方は工藤さんって、やっぱり思い入れのある女優さん、俳優さんをキャスティングしたってことなんですよね。なんかお約束してたって話を聞きますね。工藤健太郎さんには、自分が一本立ちする時には主役でゲストっていう話をされていたっていう。そういう思いがあるんでしょうね。なるほどね。もう一つ、その M774 には、私個人の思い出があって、三田監督は、なかなか本当はお願いができないんだけれども、その時のプロデューサーの方が手腕があって、巡視艇を、チャーターできた。それで、劇中の、本物の巡視艇ですね。本物の巡視艇で、その中で働いてる人も、それらしい雰囲気で出ていただいて、それで、下田沖で撮ったんですよ。で、その時に、ここにライトがあって、それで、私はそのそばで、スクリプトシートを撮ってたんだけれど、一滴なんか水がそのライトにポタって落ちたら爆発したんです。で、爆発して、その破片みたいなのがこの首に刺さって、それでなんか血の勢いかなんかでその破片は出たんです。だけど、すごい勢いで打撲と同じだったらしいんですね。で、佐原さんとか桜井さんが私の方を見て、みんなスタッフもキャストも、あーって言ってんだけど、なんだかわかんなかった。で、何って首振ると血がビューって飛ぶ。それで、なんか変なことになってると思って、こうやって血がどこにから出てんのっていうのを探りながら止めて、それで、今日はスクリプト取らなくていい。それから今みたいに携帯もないですから、どこにも何の連絡もされず、それで巡視艇を借りるなんてもう一回できないから、全部取り上げるまで戻らなかったの。それで下田だったんですよ。下田で、今の下田と違ってね、もっと素朴なね、漁師とか船乗りの町だったんですよ。そうすると、終わってから熊さんがついてくれて、下田の町の外科医に連れてってくれて、打撲でこんな腫れてるんだけど、荒い土地柄だから、船に乗ってるような人たちがいて、荒い土地柄だから、外科の医院もですね、先生も乱暴で、口の中に手を入れて、外側からガーゼを巻いたピンセットみたいなのがあって、中に入ってないよ、大丈夫って言われて、それで、まだ22、3ですから、この責任を誰が取るかっていう話になって。そもそも命の危険が。本当だよ。水田監督がいらしたかどうかはわかんないけれど、照明部さん、照明の照明技師だよね。技師さん、小林さんって言って、てっちゃんじゃない、もう一人小林さん。それと、熊さんも制作ですからね、一応責任がある。で、誰が田中敦子の、この行く末を見るかっていう。そんな話があったんですって。そもそも命の危険がありますよ。でも、ご自分で抑えるっていうの。タオルでガーッとやって、そのまんま、もう抑えたまんま。その後の、じゃあ現場では、安静にされていて、撮影が終わるのを待って、下田までも、それは。じゃあ、その頃からね、円谷プロダクションっていうのは、救急車は呼ばねえや、警察に電話しねえわ、消防署には電話しないや。
それがその時からあったんだね。何ですか、その、ミンさん。いやいや、救急車、消防車、はい警察来たら撮影中止だからね。うんそれを呼ばないってことは、あっちゃん時代からあったってことなんだよ。だからすごいことだよね。中にもあるということですね。それはまた。だってウルトラマンの時死の思いして、本来は救急車呼ばなきゃいけないの呼んでないのいっぱいいるんだからさ。わかります。ね、それはあっちゃん一番よくわかってる。あ、すごいね。でもそれは本当命に関わりますよね。そんなに。でも、ほら、みんなそうですよ。いやいや、まずその違う、振り向いた時にっていう、それこそ嫌なの。それはね、私は見えてないからわかんないんですけど、桜井さんなんかの方がびっくりしてた。そうだよ、びっくりするよ。やっぱり血を見るってのはびっくりするんだから、人間。エピソードではもう一つありますね。ウルトラ Q の。そう、ウルトラ Q でね、熊さんがですね、熊さんが、よくお昼一緒になるのが、東宝の撮影所のすぐ近くに大道具の奥さんがやってる定食屋さんがあった。本当に4、5人しか入れない定食屋さんで、そこでばったり一緒になったりするんだけど、そうすると、いつも小さめのボストンバッグを持ってる、必ず。それから、よく飲みに誘われたりもして、一緒に祖師ヶ谷で飲んだりするんですよ。西田幸子の、なんか歌が流行ってるようなね、あんな時代ですけど、そうすると必ずカウンターにそのボストンバッグを置いて、いつも何をその大事そうに持ってんのって言ったら、開けて見せてくれた。現金が入ってる。お金なのって、そう、こんなもん持ち歩いてんのって言いましたけれども、なんだろう。今みたいにカードだとか、何かで支払うって全部現金なんですよ。そう、現金。で、スタッフやキャストを連れてロケに行って、ロケ先で払うのも、宿泊するのも、食事も、その他も全部現金で払うんですよ。だから、現金が詰まったね、多少小さかったけれど、ボストンバッグっていうのはやっぱり驚愕でしたね。だけど、そういう時代だったんですよ。ボストンバッグ、現金。まあでも、プロデューサーですからね。そこの本編の制作もすごいですよ。もう、本当陸崎賞ってったってぐらいだから、現金入れて。そうですよね。ロケ地行くにはね。カードも何もないんですからね。スタッフ全員泊まったらね、もう本当何百万の時代ですからね。そうですよね。一泊とは限りませんしね。持って歩かなかったら仕事にならない。だから制作の人っていうのは、1年2年やるとうちが立っちゃうぐらいっていう、そういうふうな話はね、結構僕ら聞きましたよ。現金なんだ。で、領収書あればいいんだからさ。そういう時代だから。映画作りっていうのは。それで、今も続いてたんでしょうね。黒沢組あたりはね。それからそういうのはなくなってきたんですね。なかなかいろいろな、そういう武勇伝の話はね、映画の当時の黄金期のお話を聞くといろいろ出てきますけれども。多少片鱗が残ってた。いや、やっぱり、大東宝の作品ですから、テレビ。東宝の監督さんの使ってるその作品と TBS から引っ越したTBS 側はじめさんとかね実相寺さんとか飯島さんとかっていうそれの予算は全然違うっていう。まあシナリオの段階からとかまあロケの段階からいろいろやっぱりその大きさと違うんでしょうね。野永瀬さんとかねやっぱり梶田さんはねちゃんと昔の映画作りをしたい、そのために監督になったんですから、助監督でずーっとやってて、そのウルトラ Q の中でもただよく僕らファンがいろいろな方の逸話として聞くのが、中川春之助監督はテレビの監督でもものすごくその撮影期間を鳥を見たの撮影とかで全くロケから帰ってこないって話をよく聞くんですけれども。春之さんどうだった？
春之助さんは。春之助さんは3本お取りになってる。9の中に。鳥を見た。それから、育てよ亀。それからもう一つ、カネゴンが出てくる。この3つなんですけど、全部子供が主役なんです。それで、全部やっぱりメルヘンなんですよ。それで、尺もね、もう、2話分は回してますし、編集はだからものすごく、スクリプターの仕事は、撮影の3日目あたりから、トータルの OK 尺を監督に必ず伝えてます。で、監督によっては芝居のダブらせ方が違うから、その辺の何割減とか、なんかしながら OK 尺を伝えてるんですけれども、実相寺監督と、それから中川春之助監督は、もう一切無視。いいよ、大丈夫。大丈夫。いや、監督切ったって切り切れないですよ。って言っても、それからフィルムですからやっぱり高いし、いろんなことがあっても、どうしてもやっぱりご自分の思う絵を撮り続けたい。それから音楽もそうです。カネゴンなんて、やっぱり全然違う音楽新しく作ったりしてますから、春之助監督は、中川春之助監督と実相寺監督はちょっと、異色な。TBS でもね、テレビ人じゃないのかなみたいなね。映画の監督の撮り方とはまた違いますよね。そうね。これまた、なんて言うんでしょうね。やっぱりこの、ちょっと前衛的な部分も多いですし。でもさ、特撮がさ、メルヘン調になってるってもすごいよね。ね、テーマじゃないんだもんね。でもやっぱり鳥を見たがあったからこそ、後々のヒドラのお話も生まれるっていう、やっぱりウルトラマンのそういう、まあ、基礎は基礎なんだけどね。ウルトラ Q の怖い部分だけでは、ウルトラマンには繋がっていかなかったのかなっていう思いはありますけれどね。で、あと、だんだんとウルトラ Q をずっとやってて、まあ、あれは13番クールじゃなくて、2クール。2クールやった。はい。2クールあっちゃんやったわけでしょ。はい。で、その最後の方になってって、結局、東宝の人間とか TBS の人間とかっていうのはいろいろあって、東宝だんだんなくなっていくじゃないですか。そうです。どんどんなくなって。その辺の、流れっていうのはどうだったのQ の間にどんどんなくなりましたよね。おしまいまでは、東宝の美術だとか、なんかの方はついてなかったと思いますよね。もうどんどん離れていったってこと。もう要するに、円谷プロで、できそうだという。で、特に、要するに、ウルトラマンからは16ミリになりましたから。そう。カラーだけど、16ミリになったし、それから、Q の時は特撮の監督も、有川さんとか、川上さんとか、川上さん。はい。そうです。特撮の円谷英二さんのお弟子さんみたいな方が来てたけど、だけどだんだん高野さんに代わり、いろいろバトンタッチしていきました。まあカメラマンもね、佐賀さんだったりね。そうです。で、旧ウルトラマンになって、二班大戦になった時に、特撮も2班必要になった時に、佐賀さんが、A 班のカメラマンで B 班のカメラマンは鈴木清さんになったりしたんですよね。そういうのあります。あともう一つ、ウルトラ Q の秘話で、石坂浩二さんが美青年だったって、ナレーターの石坂さん。ものすごい美青年で。だって、スプリクターとそんな接点があったの？だって、アフレコですもん。ナレーションも撮るし。そうか、アフレコ。オールアフレコですよね。そうか。そう。それで、野永瀬さんの時が一番多いんですけど、野永瀬監督の時が一番多かったんだけども、文学青年でもいらっしゃるから、ご自分でも、学生演技で、シナリオを書いたりもしてらっしゃるから、その、ナレーションで、これはちょっと違うんじゃないってこれは伝わりづらいんじゃないもしくは間違って伝わっちゃうんじゃないっていうような文章があったりするときに、
これはどんなもんでしょうかっていうふうに必ずおっしゃる、ご自身で。だから、そうすると、やっぱり、収録のその現場は止まりますよね。で、野々監督が、じゃあちょっと待ってね、平ちゃんちょっと待って、ちょっと書き直すって言って、書き直すんだけど、なかなか上がってこない。そうすると、痺れ切らして、ご自分で書く。ご自分で書いて、監督に、こんなのどうでしょうかって、いうふうにおっしゃるんで、見せる。そうすると、あ、いいんじゃない、いいね、これ。平ちゃん、いただきって言って、何回かそういうことありました。平さんすごいじゃん。そう。平さんすごいですよ。すごいんですよ。そんな話があった。クオリティアップにも大貢献する。そうです。結構モテたでしょうね。よくわかりませんけど、収録の時しかお目にかかんないから、よくわかんない。惚れた人がいっぱいいたという。モテただろうと思います。美青年。まだ学生だったと思います、あの時は。で、声だからね。そうです。で、お坊ちゃんだもんね。で、石坂浩二ってお名前じゃないんですもんね。本名でしたもんね。平ちゃん。そう。そんなことが何度かありましたね。なるほどね。だから45周年の時に、うちで、BS 日テレで2時間ものでお正月元旦に放送した僕らのウルトラマン伝説出ていただきましたけど、作りましたけど、あれの2時間のナレーションも石坂さんにお願いしたんです。お手紙書いて、当時のスクリプターですって書いて。よくやってくれたよね。そう。BS でギャラ安いんですけど。その話はまた後でしましょうよ。ウルトラマン。もったいないから。で、制作がすごいんだからさ、それはそれでまた後に。ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブン。間にブースカや、他局というか、他社ですけども、マグマ大使にもう短い間ですけどね。行かれて、で、特撮の現場はそこから、そういったスクリプターとしては、映像からは少し離れられてるんでしたっけ？それとも CM とか、記録映画とか、本編とか、ウルトラセブンの後ですね。セブンの後は、私、円谷、辞めました。で、スクリプターも辞めました。そうなんですね。で、なんか、やっぱり企画ごと関わりたいっていうのがあって、それで、本当はね、ウルトラがこんなに長生きしてるんだったらね、頑張って円谷にいてね、なんか頑張れば重役になれたんじゃないってペコちゃんと話し合ったことがありますけれども。重役じゃ社長だ、社長。ペコちゃんが、あっちゃん辞めなかったら重役になったかもよとかっていう話があったりしましたけども、私はやっぱりなんかもうちょっと違うことをやりたいと思ってたんですよね。で、もう現場のドンパチもですね、もういいわっていう思いもあって、その辺の話をまたしたいね。現場のドンパチの話とかさ。それはまたちょっと、その話はちょっとまた、でもそれもちょっと女性としても。これとりあえずちょっと休憩しようよ。そうなんです。ですからちょっとこのプロデューサーのお話をね、ちょっと、につなげて、ちょっと一回、このエピソードを終了したいなと。つぶらをやめて、それで、フリーで構成とか企画になりました。で、だけどなかなかうまくいかなくて、30代はほとんど CM をやってまして、それは、大変一時期本当に売れっ子になったんです。で、多少お金にも目がくらんでて。で、その時はフリーランス？そうです。フリーです。映像の世界はコマーシャルも何も全部フリーです。で、これは私に才能があったんではなくて、女性のプランナー、今で言えばプランナーですけれども、そういう人が皆無だったんです。だから、化粧品、化粧品の、なんだろう、ちょっとど忘れ。顔で出してる化粧品って何かありましたっけ？
顔だけ。ソフィー。ソフィーナ。ソフィーナ。顔のソフィーナなんていうのは立ち上げからです。そうですか。それからニベアもそうです。ニベアね。それから、ものすごくおかしいのは、今では当たり前に生理用品なんかにこうお水垂らしてどんだけこう色が。だけど、顔のメリーズっていう紙おむつの時には電通でパンパースを売ってて、パンパースとメリーズと並べて、本当に吸収するかなんて、机の上で実験したりしてました。だけど、比較広告みたいな。いや、しかも、こんな下品な映像は、表には出せないよねって、それはもうご法度なんですよ。当時の。だから、今みたいな生理用品のコマーシャル、もう当たり前のように出てるともう覚醒の感ですね。で、何が10年引っ張られちゃったかっていうと、女性の企画の人がいなかったから、女性はそう取りませんって言ったら勝ちなんですよ。漫才全員男ですから。それだけの話だったで、ついついギャラにつられて10年やったんですけれども、10年やって、やっぱりどうしてもお金にはなるけれども、コマーシャルですよね。宣伝なんですよ。自分がやりたい映像ということとはまた別だったんで、やっぱり長尺をやろうってテレビに戻ろうというふうに思って企画だとか構成だとかを始めたんです。そしたら収入は10分の1で労働は10倍以上っていうそりゃそうだよことになりましたけど、そこから復帰して、そこから苦労したのね。これはこれでまたたくさん時間をねかけてお話を伺いたいんですけど、そして現在では今ソラワンという会社を15年前から独立してプロダクションを作って、超零細プロダクションで、ただ私たちの業界はもう私は今テレビ離れましたけど、テレビ局っていうのは法人じゃない限り企画は出せない。だからフリーのプランナーや企画や演出家ではダメなの。だからプロデューサーであればいいんです。法人になってプロデューサーであれば、スタッフは自分のいろんな力になってくれるスタッフが集まれば番組も作れるし映像も作れるんで、15年前からそんなことをやってます。そして東日本大震災の、ぜひここにねきっと情報も載ると思いますので、検索していただいて、たくさん現地に入られて。ありがとうございます。今年の3.11まで丸々10年撮り続けましたんで、もう間もなく劇場だとかどっかの上映会でできるような2時間ものと、それから全国の中小企業の社長さんたちに役に立つ防災と復興という日本が完成しますんで、そのことをまたお知らせできれば嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ本日の動画はここで一回、ありがとうございました。おしまいということにさせていただきます。長々ありがとうございました。どうもありがとう。本当にどうもありがとうございました。もっともっと根掘り葉掘りしたい部分がありますので、また次回の動画で。次回、いろんな話をまたどんどんしていただきたいと思います。皆様、ぜひ今回の動画がよろしければ、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。また次回まで、またお会いいたします。さよなら。ありがとうございました。
何にもないですね。本当に何にもないですね。もう一回あれですね、一から出直しっていうかゼロからだね。やるしかないですね。はい、石巻から持ってまいりました。希望の缶詰いかがでしょうか。やっぱり2億5000万がら3億円はかかるね。補助金が落ちた先がみんな大手、我々の小さな会社は全然見向きもされないというのが今回の現実でしたね。助けるつもりがあるのねえの。本当に助ける気があるんだったらさっさと助けてちょうだい。これをいただいたんで、これやったおかげでね、なんとかできるんですよ。でも来年の3月以降は働きからそこまで頑張ってけさや。いまだに足場の組み立てさえね、まだやってもらってないんですよ。何をするにしても待たせられてばっかしいるんでね。倒れて、心臓が止まったらしくてですね。追加の費用が出て予算だいぶオーバーしちゃった。そうですよ、借り入れが増えるだけだから。全てがやっぱりまだ夢のようだね。動いた時点で被災者じゃもうないんだから。これね、機会にもう一花咲かせようっていうねそれはありますよ人を募集しても人は集まらないです。いや今のところ2人だけなので2500円ぐらいで仕入れているものは5000円。考えたくないですね。コロナがこんなに響くとは思わなかったね。 85% 減。何がつまずくとすぐ怖いですよ。魚はなくなる。で、人はいなくなる。自分は年を取っていく。本音で言うと、潰したい。